どうもありです。今回はレジノイド砥石の魅力、レジノイド製法というもので作られた砥石に絞って、レジノイドとは一体どんな砥石なのか、どんな魅力があるのかってことを今回はね、たっぷりと深くお伝えしていきます。先結論言うと、包丁とレジノイド砥石の相性はめちゃくちゃいいです。その理由もね、解説していきます。まず砥石の製法について、砥石の製法というのは大きく3つあります。それがビトリファイド、マグネシア、レジノイド。何が違うかっていうと、結合剤の違い、何を結合剤として固めるかというので製法が変わります。その結合剤によって焼く温度だったりとか、寝かせる時間とか、そういったものも変わってきて、かなり特徴が違うんですね。で、以前こちらマグネシア製法の魅力という動画を作ったんですけど、これすごく好評だったんですよ。なのでそのレジノイドバージョンも見てみたいってことで今回動画を作ったんですけど、見てない方はね、この後ご覧ください。砥石のことが分かると本当に楽しくなるので、今回の動画も見ていろいろ実践して楽しんでいただけたらと思います。では行きます。まずレジノイド製法とは、これは一言で言うと樹脂で固めた砥石です。ビトリファイドというのは小成砥石といって、長石とかね、そういったものを結合剤としてで1000度とか1200度の高温で焼き固めたものです。でマグネシアっていうのはセメント系の結合剤を使って化学反応で固めたもので、今回のレジノイドというのは樹脂とあと塗料ですね、それを混ぜて200度ぐらいの低温で焼き固めたものです。別名ベークライト製法とも言われて、レジノイド製法を記号で表すと B なんですね。ビトリファイドは V、 マグネシアは MG なんですけど、レジノイドは R じゃなくて B なんです。なのでこれよかったらね、覚えて人に自慢してみてください。はい、あとですね、覚え方、僕だけかもしれないんですけど、マグネシアとレジノイドがね、すごいごっちゃになってたんですよ。どっちがどっちか分かんなくなったりして。で、僕なりの覚え方なんですけど、レジンとレジノイドをつなげたらもう一発で覚えれるようになりました。レジンって言えば、アクセサリーとかね、ハンドメイドとかで使われるもので、樹脂で固めるやつ。レジンとその砥石のレジノイドをつなげたら、砥石触った時に、柔らかい、樹脂だから、レジンだからレジノイドかみたいな。そういった感じでね、僕は覚えることができました。はい、ということでね、今回はその樹脂で固めたレジノイド製法に絞って、今から詳しくお伝えしていきます。では、特徴の結論として先にお伝えします。どのレジノイド製法にも共通して言えることです。それがクッション性がある、研磨力は弱い、傷が浅い、滑らかな切れ味、吸水する必要がない、あっても短時間で、目詰まりしやすい、噛みやすい、面直ししにくい、研ぎ心地がいまいち。これが僕が今までね、たくさんのレジノイドを使って分かった共通の感想です。よくね、レジノイドイコール柔らかいみたいなね、ことも言われてたりしますけど、硬さに関してはものによります。例えば特にこの検証正シリーズというのはめちゃくちゃ硬いです。レジノイドでこんな硬いのあるんだって僕びっくりしたので、その硬さに関しては同じレジノイド製法でも全然違ったりします。またレジノイド砥石かどうかの判断としてそのやり方をお伝えします。ではいきます。レジノイド砥石、こんな感じで指でこのように持ち上げて、で爪でちょっと叩くんです。そうするとレジノイドはプラスチックを叩いてるような鈍い音がします。じゃあ他の製法ですね。まずビトリファイドはどんなかっていうと、はい。では次マグネシア。こんな感じで一番わかりやすいのはビトリファイドです。どのビトリファイドも共通でかなり高い金属音がします。ただマグネシアに関してはちょっと物によって全然違うんですけど、だいたいこのような感じの少し高めの音ですよね。これでその砥石の製法がね、なんとなくわかります。で、なぜこれを伝えるかっていうと、砥石のパッケージに書いてないんですよ。最近のものだと稀に書いてあったりもしますが、この製法書いてないものがほとんどです。だから自分が持ってる砥石は何製法かってことをね、分かるためにも今のやり方ぜひ覚えてください。大事なのはちゃんと空中に持ち上げることです。なんか箱とかね、手でグッと持ってたら分かんないので、ぜひやってみてください。では特徴の話続けます。まずクッション性について。これはね、樹脂で作られてるからってことでイメージしやすいかと思います。レジノイド製法は他の製法と比べてクッション性があります。かなり当たりが柔らかいです。力を入れすぎるとへこみます。もう薄くなってるものはかなり分かりやすいです。こんな感じで力を入れると動くんですよ。注意してほしいのはこの砥石台。こういった端だけ乗せるタイプの砥石台っていうのはレジノイド砥石を置くと本当にへこむので、かなり注意が必要です。というかレジノイドの場合こういった端だけ乗せるタイプは使わない方がいいです。はい、じゃあこのクッション性、このへこみやすさというのが研ぎにどのような影響を与えるのか。それは平面に仕上げにくい、そして思ったより鈍角になりがちになることです。平面に仕上げにくいというのは想像つきますよね。特にその刃物の中でも、例えば大工道具、ノミとかカンナとかっていうのはあれ平面重視とされてる刃物です。ああいった絶対平面に仕上げたいんだっていう刃物に関してはこのレジノイド自体向いてないですね。実際に僕の周りの大工さんはレジノイド使ってる人ゼロではないですけどすごく少ないです。じゃあ包丁はどうかというと、包丁とレジノイドは個人的にはすごく相性いいと思っていて、特に和包丁の切り刃、
刺身包丁とか出刃包丁とか、その切り刃にすごいフィットしやすいです。フィットしやすくてムラができにくいのですごい綺麗な仕上がりになります。なぜかというと、和包丁の切り刃って平らっていう状態がありえない構造になってるんですね。ひねりと言われて、薄刃包丁ですね、こういった薄刃包丁が一番特に分かりやすいんですけど、和包丁って基本テーパー構造といって、こう峰を見た時にこの刃元側の峰の厚みと切っ先側の峰の厚み、これが同じ厚みじゃなくて、だんだん先に行くに従って細くなってるんです。これをテーパーと言います。で、こう見た時、薄刃包丁しのぎありますよね。しのぎの厚みももちろんここの厚みとここの切っ先側の厚み同じようにテーパーになってます。で、この切り刃を見てください。切り刃の幅も同じじゃないですか。刃元側も切っ先側も厚みが違うのに切り刃の幅が同じ。さらに和包丁って片刃包丁、裏ってこの裏押しのこの部分って真っ平らなんですよ。このような条件がある時にこの切り刃の角度がどうなってるかっていうと、刃元の部分は鈍角で切っ先の部分はすごい鋭角なの分かりますかね。つまりこの切り刃をこのように見た時に、切り刃は平らではなくてプロペラ状になってるんです。刃元の切り刃の角度がこのくらいだとしたら、切っ先に行くに従ってこうなってるんですね。プロペラ状になってるんですよ。だから一見この切り刃の面が平らなように見えるんですけど、実際平らではなくプロペラ状になってます。ひねりという構造があります。だから和包丁ってすごい研ぐのが難しくて奥深いんですけど、で話戻すと、なぜレジノイドが包丁に向いてるかって、そのクッション性があるから、その切り刃にフィットしやすいんですよ。それでムラなく仕上がる。逆に言うと硬い砥石使うとムラになります。点で研がれていくイメージです。それはムラになりますよね。だからレジノイドのクッション性を利用して最後仕上げるとムラのなりにくい綺麗な仕上がりになります。あとハマグリ刃というね、あえて丸みをつけたい人、そのハマグリ感を強く出したい方っていうのは、レジノイドで研ぐとそれをしやすくなります。で、向いてない作業としては整地です。悪い言い方をすると切り刃の状態をごまかせます。なのでしっかり面を整えたい、傷の状態をしっかり見たいとかの土台作りとして研ぐのであれば、レジノイド製法の砥石というのは向いてないです。で、ここでさっきの薄刃包丁のことでちょっと言いたいことがあります。先ほど僕、出刃包丁と刺身包丁の切り刃にはフィットしやすいって言ったんですよ。あえて薄刃包丁だけ言わなかったんですね。なんでかっていうと、薄刃はまた別なんです。どういうことかというと、結論として薄刃はこうなります。説明すると、切り刃の幅が広いものには向いてないです。切り刃の幅が広いと端しか当たらなくなるんです。これ続けるとどうなるかっていうと、想像通り大きなハマグリ刃になってしまいます。なので特に注意してほしいのは、薄刃包丁で剥き物、かつら剥きとかをちゃんと練習したい人はレジノイド砥石で研がない方がいいです。その切り刃の面が丸くなると、剥いた時に食材にその切り刃がつくじゃないですか。で、そこが丸まってると本当にめちゃくちゃ剥きづらい、全然綺麗に剥けないような包丁が出来上がってしまうので、剥き物を目的とする場合はハマグリにしない方がいいです。で、さっきの2つ目の思ったより鈍角になりがちというのは、刃先を立てて刃付けをする時ですね。この時に狙いたい角度があると思うんですよ。僕がいつも言ってる最終の刃角っていうのは30度から40度って言ってるように、その角度にすると思うんですね。で、その時にレジノイドを使うと思ってるよりも鈍角になりがちです。クッション性があるから。例えば手の角度は30度で、いざ研いでみると40度になってしまったり50度になってしまったり、そういうことが起こりやすいです。なので注意するべきこととしては、レジノイドで刃付けをするときはかなり力を抜いて、本当に力を入れすぎない、そして気持ち鋭角にして研ぎます。そうすると目的の角度で刃付けをすることができます。では次の特徴、研磨力は弱い、傷が浅い、滑らかな切れ味、これらをまとめて説明していきます。レジノイドというのはビトとマグネシアと比べて研磨力が弱いのが特徴です。あと傷もつきにくいですね。深い傷があんまり入らないです。だからっていうのもあって、すごい滑らかな切れ味になるんですね。例えば旋盤だけで3つの製法を比べた時に圧倒的にレジノイドが滑らかです。全然違います。なので僕がおすすめしたいのはレジノイドを使う時ですね。レジノイドの仕上げ砥石でぜひ刃付けをしてみてください。もうヌメヌメな切れ味になります。僕は研究じゃない限り、お客様の指定がない限り、基本的にはレジノイドで全部仕上げてます。レジノイドの刃が好きだからですね。特に具体的な砥石でいうと、この合剣輝きの5000とか8000でね、刃付けをすることがすごい多いんですけど、本当にヌメヌメです。あと仕上がりの光りやすさもですね、レジノイドって物によるんですけど、すごいね、光りやすいものが結構多かったりします。鏡面のように光るのとかはだいたいレジノイドだったりします。旋盤でさえツヤが出るようなものはね、レジノイドが多いですね。では次、吸水性する必要がない、あっても短時間。他の製法の吸水時間の話すると、ビトリファイドはがっつり吸水が必要です。だいたい10分ぐらい浸水させる必要があります。
でマグネシアというのは逆です。浸水させてはいけないです。もう水をかけるだけで研ぎ始めれます。で今回のレジノイドはというと本当に物によって違います。物によっては水をかけるだけでもいいものもあるし、物によっては1分ぐらいは浸水させた方がいいものとか、結構メーカーによってバラバラなので、レジノイド研ぐ時、初見はねどうすればいいかっていうと、水をね数滴垂らした時に水を吸っていくものは吸水させる必要があるってことです。実際こちらですね、ケンションのレジノイドシリーズは特に吸水が必要でして、これ見てわかる通りかなり水吸います。3、4分結構がっつり浸水させないとずっと水吸い続けてたので、そういったレジノイドもあればもう全くね吸水しないものもあったりします。はい、では次、目詰まりしやすい、噛みやすい、この2ついきます。レジノイド製法というのは特に力加減がすごい難しいです。僕はね上級者向きだと思ってます。ちょっと難易度高めです。特に切り刃とか、要は研ぐ面、砥石に当たってる面積が広い時ですね、そういう切り刃を研ぐ時に力を入れたりとか、あと水分が少なかったりするとすぐ目詰まりします。これね慣れるまで僕もかなり時間かかりました。これね目詰まりしてる状態です。こうやって目詰まりするとどういう悪いことが起こるかっていうと、目詰まりするとそもそも研ぐというよりも磨いてるだけですね。ただ擦ってるだけで全然削れてない状態です。この目詰まりというのも悪というわけではなくて、技術としてはあえてこの目詰まりを生かすこともできます。磨くということで光らせたかったりとか、光らせたかったらわざと目詰まりを起こして強く早く擦るとピカピカになったりもします。あと噛みやすいこと、その噛むというのは刃が砥石にめり込む状態です。めり込みやすいんですよレジノイドって。だからねすごいレジノイド嫌いになる方多いんですけど、ほんとちょっと角度鈍角めにしたりとか力入れたりするとすぐ噛んでガリってなっても最悪ってなるので、ほんとねこの力加減とか角度がすごい難しい砥石です。なので先ほど説明したようにとにかく力を抜いて、で目的の角度よりも気持ち鋭角にして研いでください。そうすると噛みにくくなります。では次、面直ししにくい。これレジノイドを持ってる人はすごい共感してくれると思います。レジノイドって本当にね修正砥石面直ししづらいんですよ。結構砥石がへこんでたらその時はいけるんですけど、だんだん平らに近づいてきた時、その時もう動かなくなります。平面になればなるほど動かなくなるんです。でその時にね無理に動かそうとすると最悪で、もう砥石が動いてもビチャーってなってビチャーってなって顔にビチャーってかかっても本当に最悪なことになるんですね。もう一回キッチンがもうえらいことになって、そうならないためにですね、その対策があります。まず修正砥石の選び方からですね。結論言うと溝のある修正砥石を使ってください。溝があることでスムーズに動かせます。ただ溝ありのものが全ていいというわけではなく、前回のねこちらの修正砥石の動画見た人は分かると思うんですけど、その粗い粒でできた修正砥石とか研磨剤がねこぼれるような修正砥石とか、これは3000番以上とかの仕上げ砥石には使わない方がいいです。包丁が傷だらけになるので。でもそれしか持ってないよって人もいると思います。そういう場合も一応方法があって、名倉砥石というね小さい砥石とかを準備する必要があるんですけど、その持ってる溝割りのもので平らにした後で、その表面を細かい砥石、名倉砥石とかで表面だけを擦れば、表面を慣らせばその傷になる状態は回避できます。ただもう一番いい方法、価格とか一切関係なしに僕が今まで試したものの中で一番おすすめのものを紹介します。圧倒的にいいのはこのシャプトンさんの空母。これ5万円ぐらいする商品なんですけど、本当にもうこの質は圧倒的ですね。研ぎサービスをしてる方とか、もうよく問われる方ですね。でレジノイドを持ってる方っていうのはもう必須アイテムって言ってもいいくらい本当にストレスフリーで面直しできます。もうこの台の安定さ、研磨力、あとポイントなのはこの水たまりです。この水が常にあるってことでかなりねスムーズに動かしやすくなります。ここすごいポイントです。本当に快適に早く面が整います。もう感動しますよ。あとこれですね、もう一個比較的手に入りやすい商品でおすすめってものもあって、それがこの検証ダイヤです。これもね溝があるので動かしやすいんです。なんですけどさすがにね、レジノイド相手となるとそれでもちょっと止まりやすかったり止まることもあります。でここで紹介したいのが止まりにくくさせる方法があります。さっきの水たまりがあるってのをヒントに思いついたことなんですけど、その方法、それは水を流しながらするということです。これね劇的にやりやすくなるので、もう面直しするときはぜひやってほしいです。やり方はこのようにシンクにねゴムマットとか砥石台とか置いて、そのシンクに傷がつかないように動かないようにします。でポイントが修正砥石を下に置きます。で砥石は持ちます。そして水を上から流しながらこすっていきます。こうすると本当にね動かしやすくなります。要は出た泥をねどんどん洗い流せるので、それでね詰まることなくスムーズに動かしやすくなります。あとこの方法って体勢的にすごい力を入れやすかったりとか、あと万が一飛び散ってもシンクの壁があるので汚さずに済んだりとか、最後の面取りですね、この面取りがすごいしやすかったりとか、本当ねいいこと尽くしです。たくさんいいことがあります。ぜひやってみてください。では最後の特徴、研ぎ心地がいまいちという点です。人によって意見違うかもしれないんですけど、個人的にはいまいち、ちょっ
っと研ぎ心地がちょっと微妙かなって感じですね。まあ今までの説明の目詰まりしやすかったりとか噛みやすかったりとかそういったこともあって気使うっていうのもあるし、その滑走感はやっぱ良くないんですよ。瞑想研ぎとしては僕はレジノイド使わないですね。ゾーンに入れないんですよ。ただね、本当にいい刃はつくし、いいね見た目の仕上がりになるので、個人的な使い方としては実用的な仕上げ用として使うことがほとんどです。はい、ということでここから具体的にどんな砥石が世の中にレジノイドとしてあるのかってことを紹介していきます。有名どころで言うと、なにわさんからスーパー砥石、合剣輝きとかですね。あと青戸ってハンターとか、あと藤原さんから剣翔シリーズですね。剣翔の K シリーズ、正シリーズ、暁シリーズ。この3つがありますね。あと今回特に紹介したいと思ってるのが、もう本当につい最近出ましたオルトストーンさんからの宋一層というシリーズです。これらを今から紹介していきます。まずこちらスーパー砥石、合剣輝きシリーズもですね、もう本当に僕はお世話になってて、この5000番は僕毎日触るほど愛用してます。特徴としてはとにかく光ることですね。鏡のような光り方をします。これ仕上がりの見た目こんな感じなんですけど、地金も鋼も全体的に光ります。なので地金をかすませたいんだとかって人にはあんまり向いてないです。で、個人的なおすすめは刃付けですね。ぜひこれで刃付けをしてほしい。本当に僕この砥石で砥石にはまったようなものなので、この切れ味を知ってからもう気持ちよくて、あとね、光るってのもやっぱ達成感ありますね。刃先がピカって光ったりすると、うわーめっちゃ切れそうみたいなね、ちょっとテンション上がりますよね。はい、では次剣翔いきます。僕が持ってるのはこの3シリーズ、K、正、暁のどれも8000番を持ってます。特徴としてはどのシリーズもですけど、先ほどのね合剣輝きとかと比べたら硬いです。全部で、中でも圧倒的に硬いのは K です。K がめっちゃ硬いんですけど、正もねかなり硬めです。で、暁はというと、この暁も今年出たばかりの砥石なんですけど、正と K を改良したモデルとのことです。硬さ的にはこの3つの中だと一番柔らかいです。で、この大きな違いとして、従来のモデルに入れていた天然砥石の粉を取り除いたということが記載されてます。なので暁以外はね、天然砥石の粉が含まれているからか、仕上がりの見た目、これがね天然感があります。ちょっと白く霞むような感じ、なんか光はしないですね。交番手のものでもちょっと曇るような感じになります。この感じ好きな人からしたらね、かなり好みかと思います。で、暁、この暁はすごい面白いです。こちら仕上がりなんですけど、霞包丁を研いだ時に鋼はキラッと光って地金は黒っぽく曇ります。ここまでねパキッと明暗さが出るのは僕が知ってる限りこの暁がダントツですね。この刃境、ここまで刃境がね、もう刃境って感じでグラデーションがなく、もう線ではっきりと分かれてる感じ。この感じはもう珍しいというか、このはっきり具合は僕はこれしか知らないです。本当にパキッと差が出ます。あとこちらですね、どれもね硬めのレジノイドではあったので、裏押しとして使っても平面保てます。先ほど紹介した輝きとかその柔らかめのレジノイドっていうのは裏押しにはねあまり使わない方がいいです。0度が保てなくて両刃になります。はい、では次、ほんとつい最近出ましたオルトストーン宋一層というシリーズ。オルトストーンといえば以前にもね動画にしたんですけど、非常にコスパのいい砥石です。お客さんの声を聞きながら改良を繰り返してて、本当にどんどん良くなってます。あとね、国産というのにもすごいこだわってまして、その日本の砥石の良さをもっと広めたいっていうね気持ちがすごい強い方です。で、そんなところが新たにレジノイド砥石を販売しまして、それが宋一層というシリーズ。この名前の由来聞いたんですけど、宋一層の意味としてはさらにとかね、さらに一段ととかもっととかそういった意味があって、番手の種類が2000からなんですけど、これをね仕上げに使うと一段といい仕上がりになりますよみたいな感じでね、この名前を付けたそうです。では特徴を紹介していきます。どんな砥石かというと、張り気がとにかく少ないで、地金が曇り鋼が光る仕上がり。この砥石は特にこの2つが特徴的でした。あと泥も出やすいですね。泥も出やすくて比較的他のレジノイドと比べて研ぎやすいというのもね結構大きな特徴でした。で、さっきの張り気とか説明すると、張り気というのはもうこちらですね。これ見てわかる通り、その針みたいなその傷、合わせ包丁を研ぐとその地金にこのようなね傷が入ることがね、砥石って人造砥石って結構多いんですよ。その傷の深さっていうのは様々なんですね。で、この宋一層というのはとにかく張り気を抑えたいというのがテーマにあって、それで改良を重ねてやっとできたみたいです。で、結構ね長い時間試させてもらったんですけど、本当に張り気が少ないです。さらに注目してほしいのはこの地金の曇り方ですね。あと鋼の光り方。やはりこの地金が白く霞んで鋼が光るっていうのは人造ではなかなかなくて、この感じやっぱ好きな人多いし美しいですよね。先ほどの暁ほどはっきりさとギラギラさはないんですけど、この地金はうっすら霞む、鋼は上品な光沢があるっていう感じ。こういう見た目が好きな人にとってはもう最高の砥石です。もしねこういった明暗さを出したい人は、そもそもこういう砥石を選ばないとなかなか難しいんですね。研ぎ方によって水の量とか泥加減とか、あと強さとか速さとかってことで見た目のコントロールはね一つの砥石でも多少できるんですけど、やはりそんなことするよりもそうなりやすい砥石を選んで使う方が絶
対早いし限界もあります。なのでぜひね総一層とか暁とかっていうのを使ってみてください。ちなみに総一層の商品ページ見ると分かりますが、僕が研いだものがあります。僕が研いだ包丁の仕上がりの画像が一緒に記載されてまして、ご縁があって僕もねこれ使ってみて本当にいいなと思って世の中に広めたいなと思って協力させてもらいました。もし購入した方いましたら、僕のコメント欄でもAmazon のレビューでもいいのでぜひ感想を聞かせてください。よろしくお願いします。そうだ、で1個注意してほしいのが、よくねこの砥石使うとこういう仕上がりになりましたとかあげるとすごいね褒めてくれる方いるんですけど、この砥石使っても全然こうなりませんって質問も来るんですよ。でその理由の大半がもう土台作りができてないんですね。土台作りがちゃんとされてないとああはならないです。いくらやってもこうはならないです。なのでこの整地の動画をちゃんと見てほしいんですけど、その整地をちゃんとすることで、あと番手を飛びすぎない、この2点を徹底してください。そうすればちゃんと綺麗な仕上がりになります。この画像は総一層の8000番の仕上がりなんですけど、8000番だけ持ってればいいというわけではないんですよ。例えば1000番の次にこの8000番を当てたとしたら、もうかえって深い傷が見えるようになるだけで全然綺麗にならないです。なのでその間の番手ですね、2000とか4000とかそういう切り刃をね綺麗に仕上げたい時はちゃんと番号をね小刻みに踏むっていうのもすごい大事です。ちなみに砥石って世の中の砥石、世の中の売られてる砥石って8000とか1万とか1万2000とか、中には3万とかそういったものすごい高番手の砥石ってあるじゃないですか。でも料理するにあたって個人的に十分であり、むしろそこで留めておきたい番手っていうのは5000番です。確かに5000番とじゃあ1万番で切り比べた時、味を比べた時に細胞を傷つけにくい滑らかに切れるのは1万番です。やっぱり香りの出方とか舌触りも変わります。なんですけど僕いろいろ今まで研いできた中で5000番の方が美味しいなって感じる料理って結構多いんですね。高ければいいってわけじゃないです。僕の中で5000番ってすごい素材感が分かる、素材感も分かって、で普段のその手入れのハードルの低さ、その継続のしやすさとかそういうのも含めて僕は5000番がバランスいいなと思います。すごいちょうどいいんですね。もう物によっては3000番で終わらす時もあります。3000番の方がこの料理はいいかもみたいな。だから何が言いたいかというと、さっき言ったように世の中にはいろんな番手の砥石があります。番号がたくさんあるから上のほどいいってね思っちゃう方多いと思うんですけど、そうじゃないです。高番手なほどいい、高番手まで当てなきゃいけないっていうわけではないです。もちろんねその高番手を試してその比べてやっぱそこまでは必要なかったなっていうね思う体験も必要ですが、本当にキリがないのとそのハードルが上がったりとか継続できなくなったりとか飽きてしまったりとか、そうなってしまうと元も子もないので、僕が伝えたいのは5000番止まりでもいいんだよ、むしろその方がいいんだよってことを伝えていきたいです。でちょっとここで脱線してしまうんですけど、最近インスタで上げた内容でだいぶ反響があった話をちょっと YouTube でもねシェアしたいと思います。ある方からこのようなコメントをいただきました。星付きレストランとか結構みんな切れない包丁を使ってますよね。刃物好きな私から見たら結構ショックでした。はい、これね5年前くらいですかね、僕は全く同じことを思いました。もうそれを思い出しましたね。このコメントについてインスタでいろいろ言ったんですけど、すごい多くの共感者がいまして、本当にこれが現実です。このストレートな言い方がまたいいですよね。もう本当にそうです。結構ねびっくりされる方多いと思うんですけど、プロの料理人で仕上げ砥石まで当ててる人は1割も満たないです。もうほんの一握りです。もう1000番だけとか、むしろその切れないとか、もう本当にそんなんばっかりです。高級料理店もですよ、そのコメントでもあった通りミシュランとかそういうすごい料理にこだわりがあるようなお店でも包丁にはこだわってない店がほとんどです。僕実際に人並み以上にはねレストランとか結構いいお店とか行ったりします。勉強も兼ねて。でやっぱそこで感じるのは本当に仕上げ砥石まで当ててるようなとことか、包丁にねこだわりを感じられるようなとこは1割も満たないです。それにね料理人と話すような機会もあったりとか、包丁の話題とかしたりしても、もうなんか白鋼って何みたいな、青鋼って何、銀酸って何、糸刃って何、裏押しって何みたいな。プロの料理人なら包丁をね道具として扱う人なら知っておいてほしいような、個人的には知っておいて欲しいことも本当に知らなかったので、その世の中のあまりその包丁があまり重要視されてないっていうことが結構分かります。でなぜそうなってるか、なぜ知らないか、なぜ研げないか、なぜ研ごうとしないか、それは教わらないからです。調理師学校が教えてないからです。授業にないからです。だから知らないし、だから研げないです。ちょっとね今からトゲのある話をするかもしれないんですけど、僕は世の中を変えたいと思ってるので正直に言います。本当に調理師学校では包丁のことを勉強しないです。確かに本当最初の授業で 1,2 時間程度包丁を研ぐ授業はありました。でも本当理論ゼロですね。あれは教えてるうちに入らないです。僕行ったのは7年以上前ですけど、今もそうだそうです。僕の視聴者にも何人か現役のね学生さんいますけど、いろいろ話聞くと本当に内容がないみたいなもの、ただ動作を軽く教えるだけ。実際に支給されるのは1000番の砥石1つのみですよ。修正砥石もない、仕上げ砥石もない。だから修正することを知らない、仕上げ砥石という存在も知らない。だから調理師学校を卒業して料理人になってももうこんな砥石を当たり前のように使うわ、
1000番だけで終わって、そもそも仕上げ砥石というものに触れることがない。そうなるのは当たり前なんですよ。このたわんだ砥石ってどうすればいいのかな、もっと滑らかな切れ味出せないのかなとか、そういった疑問を持った人たちだけが、自分で調べて知ることができます。で、僕は本当にクラスのみんながもう包丁をダメにしていく姿を見て、もう包丁欠けたからどうしようとか、もう形崩れたからどうしようとか、そういう状況を見て絶対おかしいなと思ったんですね。で、なんとかしなきゃいけないというか、もっと知りたいなと思って、こうなってしまった。あの瞬間が僕がね、こうなってしまったきっかけではあるかもしれないです。ある意味良かったんですけど。で、じゃあなぜ教えないんだろうと思ったんです。なぜここまで浅いんだろうって。それはきっと包丁がねそこまで重要とされてないから、切れ味を追求する必要性があるのか、なんとなく研げて切れさえすれば別にいいみたいな価値観だから授業にないのかもしれないです。そうだったらそれはそうなりますよね。世間がそうだったらそうなってしまいます。僕が頭おかしいだけで、僕一人が何か言っても一人だけの価値観が違っても何も変わらないので、だから諦めたというか、自己満足でいいや、こうやって発信して好きな人だけが集まって共感してくれたら嬉しいなみたいな、そんな気持ちでなんかもう世の中変えてやるとか、そういった強い野望みたいなのはなかったんですよ。でも最近ある出来事があって、ある大工さんとこういう話をしました。大工からしたら職人が自分の道具を人にメンテナンスしてもらうとかありえないですと、信じられないですとっていう話プラス、さっきのコメントですね。星付きレストランでもみんな切れない包丁を使ってますよねっていうコメント、こういう話がいろいろ重なってすごくね考えさせられました。改めてやっぱりね、その職人料理人が自分の道具のことをわからないって変な話じゃないですか。その特殊なものは除いてですよ、その大型機器とか、やっぱプロなら包丁にこだわる人が増えてほしい、ちゃんと学んでほしいなって思いました。というのも今こうやって活動、いろんな職人と会って話したり、いろんなねメッセージをいただく回数が増えたり、そういうのもいろいろ重なって、もっと広めたいと思ったんですね。そうなったら世の中の料理が美味しくなるわ、包丁業界も砥石業界ももっと盛り上がるわ、で職人に興味持つ人が増えて職人が増えるわ、技術は上がるわで、いいこと尽くしなんです。だから料理をするための道具である包丁の価値観をもっと上げていきたい、そう強く思いました。話を簡単にまとめると、世の中の料理人が包丁切れなさすぎる、ボロボロにしすぎてる、もうその状況がちょっとショックだし、その状況がなんかおかしいなと思うから変えたいなと思ってます。だからそのためのアクションとしては、もっとね面白いコンテンツを作っていろんな人を巻き込んだりとか、あと特に調理師学校ですね、調理師学校の授業を変えないとやっぱ卒業する人が包丁を研げない、包丁のこと全く知らない状況になるので、その学校と協力して何かできるようなことを考えていけたらなと思います。なのでね、見てる方もこれ見た方もぜひ協力してほしいです。もう包丁ってこんなに魅力的なんだぞってことをね、僕と一緒に広めていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今回のテーマであるレジノイド砥石とは脱線してしまいましたが、今回の内容はいかがだったでしょうか。ぜひねレジノイド砥石で遊んでみてください。すごい楽しいので。では終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。